それでは、みそのさんにご登壇いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、わざわざ拍手でくださって。もう20代はもう知らない可能性ありますね、みそののことを。知らんよって人、正直、言えへんか、そんな。ちょっとじゃあアンケート取っていいですか？ロンドンハーツで知ってるよの人って相手番ですか？ヘキサゴンで知ってるよ。おバカなイメージで見てますね、じゃあ、レディアフタートゥモローで知ってるよ。ありがたい。レディアフタートゥモローは噛んでるけど、いつも噛むんで、ごめんなさい。デイアフタートゥモローはデビュー何年でしたっけ？17歳から20歳まで3年間で1年休止してソロデビューして、でバラエティーに進出って感じですかね。で、お姉さんとまた違う活動というかね。姉は20周年なんですけれども、音楽1本でやるタイプだったんで、でも自分はその違う道を選んだ。いろいろやらせてもらったんですけど、きっかけは小中いじめられてて、見返したいではなくて、この人たちと友達になるにはどうしたらいいんだろうって考えたんですよ。昨日まで喋ってた人が次の日全員無視。クラスのリーダーがいて、こうだと喋ったらもうお前も無視するからなみたいな感じで、唯一うちのその救いやったのは、クラスに1人だけ味方、その喋ってくれる人がいたから、まだなんとか毎日学校に行けたけど、机めっちゃ離されるとか、朝来たら足跡だらけに机がなってるとか、修学旅行の時写真が貼られて番号で変えるじゃないですか。その時にうちの写ってるとこ全部画鋲が刺さってたりとか、うちの先生も優しくて、授業参観があるからこの写真を貼りっぱにすると、お母さんお父さんたちも逆に番号を書いて変えるようにするみたいな感じで先生がなってたんだけど、全部その画鋲を外してもやっぱり穴が開いちゃってるわけじゃないですか、自分の顔に。外してほしいみたいなことを先生に言ったら、先生も「そういうの外そう」って言って外してくれたりとかもして、誰にも変えられないですよね、この現状っていうか環境は自分にしか。言えば何か絶対してくれる親なんですよ。だからそれこそ沖縄歌スクール行きたいって言ったら何も言わずに応援してくれた親なんで、頼れば絶対答えてくれるけど、お母さんお父さんが学校行ってくれてなんか相談してくれるかもしれないけど、じゃあいじめをなんとかするのは結局自分、全ては自分って思ったらもううちうち言ってしまってたっていう今はね、やっとやまなくなりました。トークショーとか MC やると辛かったですとか言ってなんか言ってたなみたいな。でも今はなんか結婚してからもそうですけど、いつもなんか MC で「いや本当幸せなんですよ、本当恵まれてるんですよ」しかなんか喋んなくなったな。それなんかきっかけはあったんですか？30歳の時に炎上クイーン お騒がせタレントっていうキャッチフレーズがついて、みそのがパーンってテレビに出ると必ず紹介 V みたいなのが出来上がった時に、いろいろ嫌なキャッチフレーズがついた時に、それでも仲良くしてくれた仲間がいて、それでも仕事をくれるスタッフがいた時に、こんなに世間から嫌われてるのにこんなによくしてくれる人がまだいるんだって思った時に、この先はもうこの人たちに返せるだけの人生であればいいかなって思って、そっからボランティアとかチャリティーとか復興支援メインにして生き方がもう変わりました。で良かったです。バーンって売れて調子乗って落ちるとかじゃなくて、出会ったところの時は売れてないって3年間言われ続けて、ソロデビューしてもいつも2番手だったんですよ。レギュラーにはなれずに準レギュラーだったりとか、1番を取ったことがないから1番になりたくてずっと続けてきたっていうのもあるんですけど、ずっと1位を取れなかったっていうのがなんか逆に良かったのかな